はあ、日本の歴史って本当に奥が深いのね。古い時代の言葉とか、難しくて頭が痛いわ。弥生さん、古代の日本の言葉について、実はとんでもない新説があるのを知っているか？アレキサンダー・ボビン氏という、非常に著名な言語学者が提唱した仮説なんだ。言語学者の新説？一体どんなびっくりするような内容なのよ？アイヌ語族の言語といえば北海道や東北地方の一部で、先住の集団が話していた言葉というイメージだよな。でも実は、アイヌ語族の言語はかつて日本列島全体に、非常に広く分布していたという仮説があるんだぜ。北は北海道から、なんと南は琉球列島まで、アイヌ語の痕跡が残っているという大胆な説だ。アイヌ語が日本中に広がっていたの？北海道周辺だけじゃなかったなんて本当に驚きだわ。ああ、古代においては日本語への広範な借用が、かなり大規模かつ日常的に行われていたらしい。今日は言語学の視点から見た、日本語とアイヌ語の知られざる歴史を解説するぜ。まずは、日本列島全域での使用、という主張だ。アイヌ語はかつて、古代の日本語と同じように、日本列島全体に広がり、支配的な役割を果たす、主要な言語の一つだったと推測されているんだぜ。日本語が広まる前に、アイヌ語の時代があったの？なんだか信じられないようなスケールの話ね。日本の歴史の中で、縄文時代は1万年以上もの、非常に長い期間にわたって続いた時代だよな。そのため、本来なら列島内には非常に多様な、たくさんの言語が存在していたはずなんだぜ。ニューギニア島に色々な言葉があるように、縄文時代の日本も多言語社会だったと考えるのが自然だ。確かに1万年もあれば色々な言葉が生まれそうね。地域ごとに違う言葉が話されていても不思議じゃないわ。でもその多様な言葉はどこに行ってしまったの？今の日本にはそんなにたくさんの言語はないわよ。そこがこの仮説の非常に重要なポイントなんだ。実はアイヌ語以外の縄文時代からある日本列島の固有言語の確実な痕跡というものが、全くと言っていいほど現代に見当たらないんだぜ。これは非常に謎めいたことなんだ。そこでボビン氏は、縄文時代後期において、アイヌ語が以前の言語の多様性を一掃したと考えた。言語的同化や武力衝突などを通じて広がり、日本語と同じような支配的役割を果たしたんだ。古い多様な言葉を、アイヌ語が塗り替えていったのね。それが日本列島全体で起きていたなんて壮大だわ。広大に北海道でオホーツク文化が薩門文化に飲み込まれて一掃されたのと同じようなパターンだぜ。その後、大陸から新しい文化と言語が流入して、今度は日本語が列島全体に広がっていくことになる。しかし、言語の接触というのは一方通行じゃない。新しい言語が古い言語を完全に消し去ることは難しい。だから古代においてアイヌ語から日本語への広範な借用があったことは驚きではないんだぜ。なるほど、言葉が混じり合うのは当然のことなのね。アイヌ語は日本語の中に隠れて生き延びたのかしら。実際、上代日本語のテキストや日本各地の地名に、アイヌ語の痕跡が多数見つかっているんだぜ。昔から日本語の単一性が信じられてきたせいで、これらの証拠は長らく見過ごされてきたんだ。日本語とアイヌ語の言語接触の歴史を知ることは、日本のルーツを紐解く上で非常に重要なんだぜ。単一民族、単一言語っていうのは神話だったのね。具体的にどんな証拠が残っているのか早く知りたいわ。では、ここからは具体的な地域別の証拠を見ていくぜ。最初は東日本、関東や東北地方に残る言語学的証拠だ。古代の東国方言には、アイヌ語からの借用語や、アイヌ語由来の地名が最も色濃く残っているんだ。日本最古の和歌集である万葉集の第14巻や第20巻の記述を詳しく調査してみると、東国を読んだ歌の中にアイヌ語の要素が、驚くほどたくさん隠されていることがわかるんだぜ。万葉集にアイヌ語が隠されているの？学校の古典の授業では全く習わなかったわよ。例えば有名な関東の地名である、つくば、だ。これはアイヌ語で小さな山、と頭、を意味する。二つの単語が合わさってできた地名と解釈できる。つくば山は古くから信仰の対象だった山だよな。足柄、もアイヌ語で綺麗な場所、という意味だ。足柄山なども東国を代表する有名な地名だぜ。さらに、葛飾、という地名も、アイヌ語が起源で、上にある低い崖、という意味に由来しているんだぜ。つくばも足柄も葛飾も、みんな馴染み深い地名ばかりね。まさかそれがアイヌ語に繋がっていたなんて衝撃だわ。地名だけじゃなく、日常的に使われる単語にも、アイヌ語からの借用がはっきりと見られるんだぜ。東歌には、何々の時、を意味する単語があるんだが、これはアイヌ語の表現がそのまま借用されたものだ。また、家、を意味する単語も借用されている。もともとはアイヌ語で、村、や、集落、を意味する言葉だ。村から家へと意味が変化するのは珍しいことではなく、ヨーロッパの言語の歴史などでもよくある現象なんだ。
時や家といった生活に密着した言葉まで、アイヌ語から借りて使っていたなんて面白いわね。さらに極めつけとも言える決定的な証拠があるぜ。それは9世紀から10世紀の文学作品である、伊勢物語の第14弾に登場する難解な和歌だ。陸奥の国、つまり今の東北地方が舞台の話なんだが、この和歌の第二句に、歴代の学者たちを悩ませてきた、全く意味が通じない謎のフレーズがあったんだぜ。昔の学者も解読できない和歌があったのね。一体どんな謎のフレーズだったのかしら？狐にはめなて、という謎の言葉なんだ。昔の解釈では、狐に食べさせる、とか、水槽に投げ込む、なんて意味だと考えられていた。でも文法的に無理があり、問題だらけの解釈だった。そこでボビン氏はこの部分をアイヌ語だと考えた。すると見事に、私は鶏が憎い、彼を起こしたから、と、アイヌ語の文章として完璧に解読できたんだぜ。つまりこれは日本語とアイヌ語の混種語の詩なんだ。和歌の一部が実はアイヌ語だったの。狐や水槽じゃなくてアイヌ語の恨み節だったのね。鶏が鳴いて恋人が帰ってしまったことを、アイヌ語を交えて読んでいたなんてロマンチックだわ。この和歌の存在は、非常に重要な事実を示している。当時の陸奥の国には日本語とアイヌ語が共存しており、二つの言語を話せるバイリンガル環境があったんだ。そして和人とアイヌの間で通婚が実際に行われ、日常的に深く交流していたことを証明しているんだぜ。貴族の社会でもアイヌ語が通じていた証拠と言えるな。この詩の作者も、地方の日本人貴族とアイヌ女性との、混血の人物であった可能性が非常に高いと推測される。和歌から当時の人々のリアルな生活や、民族同士の通婚の歴史まで見えてくるなんて感動的ね。さて、東日本の証拠を見たところで、次は西日本だ。東国に比べると痕跡の数は少なくなってしまうが、中央の言語である西日本の上代日本語にも、アイヌ語の要素がしっかりと確認されているんだぜ。代表的なのは関西やその周辺に残る古い地名だ。例えば石川県の能登はアイヌ語で岬という意味だ。また、大阪の地沼という古い地名があるんだが、これも地の沼ではなく、崖の下を意味するアイヌ語だ。関西のど真ん中や有名な半島の名前にまで、アイヌ語の地名が当たり前のように存在していたのね。さらに神戸のうないという地名も興味深いぜ。これは火山灰や小石に由来するアイヌ語と解釈できる。関西地方には古い歴史を持つ地名が多いが、その基礎にはアイヌ語が隠されている可能性があるんだ。地名だけじゃなくて、日常的な借用語も存在している。後ろや内側を意味するアイヌ語の単語から、後を意味する言葉が借用されて、万葉集の和歌の中にもしっかりと登場しているんだ。日本の中枢であった関西地方の上代日本語にも、アイヌ語が深く影響を与えていた証拠と言えるんだぜ。西日本の中央語にまでアイヌ語の影響があったなんて、これまでの常識がひっくり返るような発見だわ。そして驚くべきことに、アイヌ語の痕跡はさらに西、九州地方においてもはっきりと発見されているんだぜ。8世紀頃に編纂された非全国不土記には、高木郡にある池の記録が残されているんだが、そこで現地の人が、岸を意味する言葉として、特有の単語を使っていたことが記されているんだ。この単語は、アイヌ語で川岸を意味する言葉に、ボビン氏は間違いなく由来していると指摘した。九州の記録にまでアイヌ語と同じ言葉が残っているの？本当に日本列島の端から端まで広がっていたのね。それだけじゃないぜ。九州の言語編集で書かれた、唯一の貴重な和歌が一つだけ残されているんだけど、そこにも東国方言と全く同じ借用語が含まれているんだ。何々の時を意味するアイヌ語由来の単語が、九州の和歌の中でもごく普通に使われていたんだぜ。古代の九州にもアイヌ語圏が存在していたという、非常に有力な言語学的な証拠となっているんだ。日本の言語の歴史を根底から覆すような事実だよな。九州地方の人たちも、アイヌ語由来の言葉を使って、日常会話や和歌を楽しんでいた時代があったのね。さて、さらに南へ向かうぜ。琉球列島においても、かつてアイヌ語が話されていた可能性があるんだ。琉球列島の先島諸島、特に宮古島で歌い継がれてきた、伝統的な民謡の痕跡からそれが推測されているんだぜ。宮古民謡のコーラス部分、つまり林言葉の中には、地元の言葉では意味が解読できないフレーズがある。しかし、これをアイヌ語の文法や語彙で詳しく解釈してみると、見事に意味のある文章として浮かび上がるというんだ。遠く離れた南の島の民謡のコーラス部分にまで、アイヌ語の響きが隠されていたなんて神秘的ね。例えば、陸地へ向かう途中で、という意味の言葉や、噂だそうだ、という意味のアイヌ語由来の表現だと、ボビン氏は宮古民謡の林言葉を推論しているんだ。琉球書語だけでは説明がつかない不思議な現象だぜ。
言語学と考古学の知見が交差する非常にスリリングな、学問的なミステリーと言っても過言ではないぜ。日本列島の言語の歴史は本当に奥が深いんだ。南と北の文化がかつて繋がっていたかもしれないんだぜ。北の言葉だと思っていたアイヌ語が南の島にまで、歌として痕跡を残しているなんて本当に感動的だわ。ここで一つの大きな疑問が浮かび上がるはずだ。これほど日本全国に分布していたアイヌ語の痕跡が、なぜ現代ではほとんど消えてしまったのかという謎だ。ボビン氏はこの謎について二つの理由を挙げた。一つ目は、大和朝廷による強固な支配の影響だ。大和は関東や東北地方よりも数世紀も早い段階で、中央政府の厳格な支配下に置かれていたんだぜ。西日本ではアイヌの存在や文化的、言語的な痕跡が、より早く、そして徹底的に抹消されてしまったんだ。これが西日本で痕跡が少ない最大の理由なんだぜ。なるほど、中央の権力が強かった場所ほど、古い言語の痕跡が徹底的に消えやすかったのね。二つ目の理由は、方言の系譜とバイリンガルの喪失だ。実は現代の関東方言は古代の東国方言の直系じゃない。西日本の上代日本語、つまり中央語の子孫が広がり、現代の関東方言へと繋がっている歴史があるんだぜ。かつて東北や関東に存在していた豊かな二言語環境、つまり日本語とアイヌ語のバイリンガル環境は失われ、伊勢物語に見られたような言語の混ざりも、すべて一緒に消滅してしまったと論理的に説明している。言語環境が丸ごと中央の言葉に置き換わったから、現代にはその名残が全く見えなくなっているのね。ボビン氏の論考は、古代日本列島における、言語的、民族的な多様性を浮き彫りにしているんだ。日本語という単一の言語がずっと支配的だったという、神話を打ち砕き、新しい歴史の視点を提供してくれた。地名や古い文献を別の言語の視点から見直すことで、今まで見えなかった古代の真実が浮かび上がるんだぜ。日本の成り立ちをもっと広い視野で、柔軟に考え直すきっかけになる素晴らしい研究ね。というわけで、今回のゆっくり解説はここまでだ。みんなも身近な地名の由来を調べてみてくれよな。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。